皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は11月の顔見せ大歌舞伎初日に来ました。今月は昼は4幕、そして夜は2幕というちょっと変わった編成です。今月もランキングを皆さんにお届けしたいと思います。さあどうなのでしょう。さあ11月の歌舞伎座に行ってみましょう。レッツゴー。それでは私のランキングを発表します。私のランキングは3つの観点でつけています。1つ目、私のドーパミンが上がったか、ドキドキしたかワクワクしたか。そして2つ目は私がもう一度見たいかという観点です。そして3つ目は映画国宝を見て歌舞伎座に来られたような、初心者の方にもお勧めしたいかどうかというこの3つの視点からつけています。もちろんどんどん初日から舞台は進化します。そして皆さんのやっぱりライブを見てください。歌舞伎座でぜひ見てください。そして皆さんの見た感想をぜひコメントにお書きください。あくまでも私のランキングは一幕見席の参考です。ということでまず前半、今回6幕に分かれているんで4位から6位を発表します。まず第6位は鳥獣戯画絵巻です。鳥獣戯画絵巻が終わりました。ちょっと不思議な、群舞を中心とする作品でした。鳥獣人物戯画はまさに民放の漫画の始まりじゃないかという有名な、作品ですけども、国宝でもあります京都の高山寺というところに収められている作品です。それをモチーフに一番最初にこれは菊五郎さんが出てきます。鳥獣戯画を描いた鳥羽僧正の役だと思います。で菊五郎さんが、お酒を一口飲んでいい心持ちになっている、その夢の中の話です。最初にカエルの恋人同士が出てくる、それを芝さんと万寿さんがやってました。そしてカエルの男女が恋の踊りを踊る。それにウサギも加わるといういい雰囲気の中で途中で猿が現れます。意地悪な猿。そして男ガエルの芝さんと男ザエルの巳之助さんが相撲を取る。で猿が負ける。カエルがなんと猿に勝ってしまいます。でもその腹いせで猿少女の正六さんにこの2匹のカエルが殺されてしまうと。で今度は猿が女狐をはべらせて、そして踊ります。この女狐、時蔵さん、慎吾さん、米吉さん、左近さん、綺麗で、艶っぽい。そして最後は復讐を誓うカエル対猿の戦いになって、最後猿僧正が敗れると。でそれを喜ぶ23人の軍部でした。そして最後暗がりの中で、後ろに向いて座っている人物がいます。誰かと思うと、なんとまた七代目の菊五郎さんでした。菊五郎さんが最後鳥獣戯画を描いた鳥羽僧正、この思い
そして夢から覚めてというところで、最後はもっと人数が増えて、30名の軍部で終わりました。ここから正直な感想ですけども、音楽がこれ非常に大規模で、最初三味線が5人、そして歌いの方が男性3人女性3人です。ミスの中にさらに三味線がいたり、あとお琴もいます。そして下手側ではこれは、太鼓やそしてドラムを使ってます。最初に尺八が効果的にも使われますと。ただドラムを使ってるんじゃないでしょうか。これは普通の西洋のドラムを使ってるんだと思うんですけども、音楽が不協和音も入れたり、照明とかチャントのようだったり、そしてところどころ田舎の祭りの音楽を使ってたり、ちょっと音楽が私にとってはかなり違和感がありました。でそれに乗って踊りの振り付けも正直言ってあまり日舞っぽくというよりも結構現代的で、結構足を、男女とも直角に上げて回ったりということで、もともと昭和45年1970年に初演国立劇場での作品ということですけども、ちょっと現代風にアレンジして、日本舞踊の発表会ならいいですけども、ちょっとあまり歌舞伎舞踊という感じはしませんでした。すいません、正直な感想ですということで、もともと初演が、2世の松緑さんということで、松緑さんが今回出てきました。以前脱炭を見ました。松緑さん脱炭見ましたけど、脱炭の方がこれは宗教がかっていて、最後恍惚とするトランスに入るような踊りもあってよかったのかなと思います。ということで、現代風の鳥獣戯画絵巻でした。第5位は道行き雪のふるさと二之口村です。今道行き雪のふるさと二之口村が終わりました。とても美しく儚く悲しい世界です。もともとは近松の冥土の飛脚という話の一部です。その中で好機に手をつけてしまった忠兵衛、これは狼からすると絶対やってはいけないことだった。そして恋する梅川と一緒に逃げてくる。雪が降りしきる中で、2人で忠兵衛のふるさとまでやってきた。途中漫才が、2人の冥土の門での祝いをしてくれる。その後父親が遠くに見える忠兵衛の父親に初めて会って、そして、これで最後になるということで梅川がつぶやきます。見始め、そして見納めで、トン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 と詐欺娘でも鳴るような、太鼓が雪を表す。雪の中で終わりました。この雪の音のドン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 という音、これが太鼓というか腹というか心に響いてきます。まず幕があるととても珍しいですけども、演寿太夫という大向こうがかかりました。そして舞台一面にもう清本の後ろまで全部雪の竹林が覆ってました。
今月結構大道具、舞台作りが凝ってるような気がする。舞台作りが、ダイナミック、大きく表しているような気がします。なんか私たちも引き込まれます。そして梅川を寂右衛門さんやってます。綺麗ですね。中兵衛は千尺さんです。熟年の2人、熟年のカップルという気がしますけども、寂右衛門さん、例えば漫才を聞いていてうつむく場面、なんか美しいですね。そして、この黒の着物の襦袢が薄紅色なんですけども、その着物の裾をつまんで、少し雪の中を歩く姿、綺麗です。ちょっと見る前に意識してほしいのは、実はこの前の安高の関の勧進帳、芋洗い勧進帳が本当におおらかな荒事で笑いの場面がたっぷりあります。ぜひ見る前にちょっとマインドセットを変えて、恋モード、そして恋人を思い出す。でも障壁があって、逃げなくてはいけない。幕が開く前にそういうしんみりした恋の気分を盛り上げてから見ると、より心にジーンと楽しめると思います。あと普通舞台で黒子といって黒い衣装を着てきますけども、なんと真っ白な顔も見えないような衣装で出てきました。いや、本当に雪一面という感じです。ということで、昼の部2演目目はしっとりとしんみりと二の口村でした。第4位は曽我模様立石の御所染め、御所の五路蔵です。今曽我模様立石の御所染め、御所の五路蔵が終わりました。いやー、様式美の世界で最後暗がりの中で愛之助さんの御所の五路蔵が誤って米吉さんのやる奥州を殺してしまう。そして松緑さんのやる土右衛門と戦いというところ、そのほの暗い中で美しいいいシーンでした。土佐の絵師の絵金の絵を思い出してしまいました。赤い米吉さん、そしてこの苦み走る愛之助さん、いやー、すごいシーンでした。ただちょっと周りからは、あれ、これで終わってしまうんだと、土右衛門と五路蔵が戦いが始まるところで終わってしまったというところです。実はあらすじとしては、この後御所の五路蔵と女房である皐月が最後2人とも自害をしてしまいますと。ただそこは通常は上演されませんということで、ちょっと周りは戸惑ってしまうということかと思います。そういう意味では去年の11月に実は立川立飛歌舞伎でやはり愛之助さんの御所の五路蔵がありました。その時は土右衛門は中車さんがやってました。その時は立飛グループ100周年ということで、木下雄一さんが演出をしていたんですけども、なんとその時は最後きちんと土右衛門を五路蔵が殺すというところ、ハッピーエンド、五路蔵が勝つというところで終えました。そういう意味ではこれ
もともとは川竹黙阿弥の本ですけども、そういうストーリーを少し変えて、で今の人にも分かりやすくするという手もあるかもしれません。一番最初は中野町で五郎蔵と土右衛門、お互いに昔は巴の城という主君に仕えた中ですけども、五郎蔵は自分の女房の皐月と実は道ならぬ恋をして、そして2人で、逃げてくる。そして土右衛門も、主君から感動されるという2人が、江戸で会うと。そして、自分の手下たちを連れて、睨み合うと。でもそこで一発触発のところを留め男の幸四郎さんが間に入って止めるというところから始まります。真ん中に桜の木が植えられていて、まるで籠鶴瓶のように美しい中野町の世界で、いい男の愛之助さん、そしてワルの長六さんが睨み合うというシーンでした。そこからその主君の巴の城のために巴の城が奥州に入れ上げて金を工面する必要があるということで、金策に皐月も走る。で皐月は土右衛門に身を売ることで200両を得ると。土右衛門は皐月に五郎蔵と縁切りをしたら200両やるという。そこで時蔵さんの皐月が縁切りします。ちょっと縁切りのところは、弱いなという気もしました。ただその後そこで切りかかろうとする五郎蔵の愛之助さんを止める奥州の米吉さんが輝いてました。出てくる打ち掛けを着た米吉さん、素敵でした。そして最後身代わりになると儚かったいう御所の五郎蔵、ぜひ様式美を楽しんでください。愛之助さん、上方の方で五郎蔵を演じるというふうに言ってました。上方といえば大阪に松竹座があります。400年以上続くまさにこの芝居小屋の町、そこで松竹座が閉館するという話があります。私の方で、株主として松竹座の閉館をやめて、残すと、そのまま残す、改修する、または建て替える、いろんな方法があると思います。残すという株主提案をしたいと考えています。で株主の方おられたら、ぜひこの QR から株主提案に協力する旨ご登録いただけるとありがたいです。もし皆さんも松竹株式会社の株主の方おられたら、ぜひこの情報をお伝えください。一緒に上方の文化の拠点を残しましょう。ということで、1月の歌舞伎座、顔見世大歌舞伎を見てきました。そして私からのお知らせとしては、松竹座閉館に株主提案したいというほかに、11月27日に高木秀樹さん、歌舞伎解説もされる高木秀樹さんの劇場とテレビのこの公演の見方の違いを語っていただきます。そして12月の18日には、これは織田先生、元国立劇場織田先生に新歌舞伎と
今日も三谷さんのまさに新歌舞伎ですけども、新歌舞伎と国立劇場という話をしていただきます。ぜひ木曜ですけども世田谷文学館でやりますので、よろしければPTX からお申し込みください。そしてもちろん皆さんいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。 LINE 公式もやって毎週新鮮な情報をお届けしてます。ということで歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それでは11月の歌舞伎座から失礼します。またお会いしましょう。歌舞伎を楽しみましょう。